こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回制作しているパーツはリアフェンダーと言ってよいのか、装飾的なパーツです。次のカスタム箇所をリアホイールにしようかなと思ってましたが、クリアランスが厳しいので解決するまで違う箇所をカスタマイズします。意味をなさないパーツ、おっちゃんの NM4 はこうして重量アップしていくのであります。ということで、いつもの段ボール工作、大体で作った型から新しい型を作ります。そうは言っても新しい型も結構アバウトですが、小物入れにできるような感じにしてみようかなとも思ってみたり、そうすると開閉のギミックが必要になるわけで、また後々に考えてみます。名称も考えねば。シートカウルでも良さそうかな。エアロシートカウル、いやどこかで聞いたことある感じがします。そうですね、名称は特に決めなくても誰も困らないと思われます。しかし困った。リアホイールカバー隙間なさすぎ。ただでさえおっちゃんの NM4 はサイドパニアやら4本出しマフラーやらでいっぱいいっぱいなのに、困った。試しに薄く丸いカバーも作ってみたけどピンとこず、イメージして頭の中で形を展開しようと迷走したら寝てしまったり、なかなか作業が進みません。ここからは切れ目を入れて折り曲げる作業です。 NM4 が直線的で角張ったイメージなので、おっちゃん的には作りやすい感じなのかな。 NM4 らしさは残しつつ、金田さんバイクや広角機動隊のバイクの近未来なイメージ、そんな感じで仕上げていきたいのですが、制限がありすぎてサクサク進まないのが現状です。きっとお金や時間があってもおっちゃんのスキル不足で作業はサクサク進まないでしょう。笑い。さて、うちはこの辺で失礼しました。うちを言ってる間に切れ目を入れ終わったようです。 FRP の型用の段ボールなので変な折り目がつかないように慎重に折り曲げていきます。この時に段ボールが歪んでしまうと貼った FRP も歪んでしまうので注意が必要です。おっちゃんいつも歪ませてます。ざっくりと作った型も参考に曲げ終わったらホットボンドで留めていきます。左右対称にもう片方も作っていきます。ふと思いましたが、寒くなってきたら FRP 作業してるような気がしてきました。腱鞘炎に注意して作業を進めてみたいと思います。作ってみてなんだこれってなりましたが、面白そうな形になったので試しに FRP を貼ってみたいと思います。見てる方はもっとなんだこれになったと思います。しかし樹脂とガラス繊維が足りなさそうなので今回はここまで。また素材を注文しなくては。ご視聴ありがとうございました。